聖、王将、棋王に王座、叡王に王位、そして竜王、名人。将棋界には8つのタイトルが存在し、それぞれに序列が付けられています。勝負の世界という性質上、それらを保有するタイトルホルダーだけにとどまらず、すべての棋士には序列付けがされているぜ。今日は過去に投稿した、棋士の序列についての解説を、最新の情報にアップグレード、リメイクしてお送りするよ。リメイク前の動画については、YouTube なら右上のバナーと概要欄、ニコ動ではシリーズ一覧と概要欄から確認してね。さて、それでは本題に入る前に、当チャンネルでは将棋対局のゆっくり動画、及び将棋界のあれこれについて投稿しています。もしよければ他の動画を見てみたり、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。ねえねえ、ところでマリサ。おう、なんだ？竜王と名人って、どっちが格上なの？おっと、将棋を見る人なら誰もが通る疑問だな。名人が偉いのはわかるのよ。その道のトップ、代表者という意味も含め、長い伝統の中で育まれた、別格の意味合いよね。他の業界でも名人といえば第一人者の意味だよな。でも、将棋界にはもう一つ、竜王っていうタイトルがあるじゃない？そうだな、将棋界の中で最も多くの賞金を拠出し、棋戦一覧でも一番上に記載されているな。ということはさ、竜王の方が名人より上なのかな？なんていうか、将棋ファンとしては名人こそ至高、トップであってほしいと思うのよね。そこに関しては、様々な議論が交わされているが、結論を言う前に、タイトルの序列について説明しておくぜ。おや？タイトル戦に序列なんてあったんだね。そうなんだよ。現在、8つあるタイトル戦。実はその全てにランク付けがされているんだ。ほうほう。順序としては、竜王と名人は別格として、上から順に、王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖の順番、そして現在のタイトルホルダーはこの通りだ。竜王、王位、叡王、王将、棋聖の五冠を藤井聡太さん、名人と棋王の二冠を渡辺明さん、王座を永瀬拓也さん、3人でタイトルを分け合っているのね。今、ものすごい勢いで藤井さんがタイトルを奪取しているので、この勢力図もさらに変わる可能性があるけどな。リメイク前のタイトルホルダー一覧がこれだもんね。これは2021年3月のもので、さらにその前、2019年11月がこちらだ。こういう風にして見てみると、たった3年の間に、大きく様相が変わっているのね。タイトルホルダーが変わっていないのは王座戦と棋王戦だけで、なんなら叡王戦なんかその間に、主催スポンサーも変わったり、序列自体も3位から6位に下がり、また4位に上がる、という激動ぶりだ。棋戦の順位ってそんなに変わるものなの？いやー、そうでもないんだけどさ、実は私も、この資料画像を作っている時に、念のための確認で連盟ホームページを開いて、あれ？叡王の順位が変わってる？って気づいたくらいだ。あれま、気づかなければ前回同様、6位で出すところだったぜ。結構イレギュラーだったのね。というかまあ、スポンサー変更直後だったし、思った以上に藤井聡太叡王の宣伝効果があったり、スポンサーとしても思惑があって、いろいろ調整している段階なんだろうな。なるほどね。それはそうと、その序列は何を元にして決まってるの？ああそれか、それはな、至ってシンプルなんだ。ズバリ金だぜ。理由が身も蓋もない。まあそういうな、プレイヤーがいて、その裏方にそれ以上の職員がいて、それらをスポンサーが支えている以上、そこは切っても切り離せないものだと思うし、気に食わないから廃止しろというのも、これ以上なくナンセンスなことだと思うんだ。まあ、それはそうね。スポンサーは大切にしないと競技自体が成立しないもんね。そういうことだな。ということは、やっぱり序列1位は名人でなく竜王ということになるのかな？確か最も多くの賞金を出していたよね？そう、竜王戦は賞金額1位の4400万、名人戦は発表こそされていないものの、約3000万と言われている。そっか、じゃあ、だが、日本将棋連盟はこの問題に対し見解を出していて、名人と竜王は同格である、とされているんだ。そうなんだ。意外だけど、嬉しい事実ね。個人的には文句なしにするためにも、名人戦の賞金額が上がれば、それが一番だと思うが、現在のスポンサーの状況を考えると正直難しいものがあるな。やっぱりそうよね。ただ、本来企業としてはマイナスでしかない文化活動を、継続的に支えてくれていること、しっかり感謝したいよな。そうね、そのおかげで将棋が楽しめているんだもんね。ちなみに、公表されてはいないものが多いが、獲得賞金ランキングなどから逆算した賞金額はこの通りだ。
叡王戦は2021年の基準なので、この位置に割り込むことになるぜ。同じ値段なのに順位が前後しているのは？それはタイトル戦敗者の賞金だったりするな。他にも、予選1回戦からの対局料、タイトル戦の会場確保や解説する棋士に払うギャランティー、他にも様々な費用がかかることになるぜ。これは企業にとって大きな負担ね。そしてこのタイトル戦の序列がほぼそのまま、棋士のタイトルとしての序列になってくるんだ。そういえば、竜王と名人は同格ってさっき言ってたよね。では、続いて棋士そのものの序列について解説しよう。はいはい。まず、大前提として序列の第1位は、必ず竜王または名人になるんだ。というと、先ほどのタイトルホルダー一覧がこれ、現在は藤井竜王と渡辺名人が、それぞれ竜王と名人を分け合っているよな。そうね。それぞれ5冠と2冠なんだが、もし仮に、竜王と名人以外の全タイトルを、別の棋士が独占し、6冠となった場合でも、序列の1位は必ず竜王または名人になるんだ。それだけ特別ってことなのね。じゃあ、その2つでの順位付けはどうするの？これにも明確な基準がある。このように竜王と名人が別々の棋士の場合、まず見るのはそれぞれの冠数だ。藤井竜王は5冠、渡辺名人は2冠よね。そう、この場合は非常にわかりやすく、シンプルに持っている冠数が多い方がナンバーワンだ。じゃあ、冠数が同じだった場合は？その場合、馴染みは薄いんだが、棋士番号というものを使う。棋士番号？そう、棋士番号はプロになった順番に付与される、それぞれの登録番号だな。今回の場合、藤井竜王は307番、渡辺名人は235番だ。そして優先されるのは番号が若い方、つまり先輩だな。じゃあ、現在は冠数にも差があるから、棋士のナンバーワンは藤井竜王ということになるんだね。その通り、竜王を保持し、冠数もトップであることから、名実ともに棋界のナンバーワン、しかも20歳になる前の話だから、当然、前代未聞の偉業なんだぜ。あまりにも凄すぎるわね。ちなみに、竜王と名人を両方獲得したのは過去に4人。獲得順に、羽生善治九段、谷川浩司17世名人、森内俊之九段、豊島将之九段の4名のみだぜ。皆さん孫うことなき大棋士ね。そして両方を獲得した場合、その肩書きは、竜王名人と呼ばれ、文句なしの序列1位が確定するんだ。両方の肩書きが並ぶのはすごいわね。あ、そういえば、竜王、名人を持っている時に他の冠名はどうなるの？基本的には、該当する棋戦以外では、竜王、名人のいずれかを名乗ることになるな。該当する棋戦？例えば、王将戦なら藤井王将、棋王戦なら渡辺棋王という風に、その棋戦のタイトルホルダーが複数冠だった場合、たとえ竜王、名人を持っていたとしても棋戦タイトルが優先されるんだ。逆に、例えば王将戦に渡辺名人が出た場合、渡辺二冠と呼ばれることはなく、棋王の冠は使われないんだ。あくまで名人が優先されるのね。そういうこと。じゃあ、竜王、名人以外の複数冠の場合は？近年は二冠までは並べていることが多いな。少し前、藤井王位、棋聖と呼ばれていただろう？あ、そういえばそんな時期があったわね。さすがに3冠以上だと冠数予備だけどな。全部含んだら長いもんね。なお、王位以下のタイトルを複数人で分け合った場合。例えば、私が王位と王座、霊夢が叡王、棋王、王将、棋聖を獲得していた場合、この場合は冠数を参照し、4冠の霊夢が上位になる。そして、仮にこんな感じで、お互いが同じ冠数になった場合、保有タイトルで、最も序列の高いものが参照され、王位を保有している私が上位になるんだ。じゃあ、タイトルホルダーがこんな感じだったら、第1位が名人を保有し、棋士番号の若い渡辺名人、第2位が藤井竜王、第3位が2冠で序列3位の王位を持つマリサ、第4位が2冠の私、第5位が王将より上位の王座を持つヨウム、そして第6位に記名丸、ということになるのね。そうなるぜ。いやー、今までこんなの気にしたことなかったわ。まあ、見てるだけならそこまで気にすることないもんな。これからタイトル戦があるたび、もっと別の角度から楽しめそうね。タイトルホルダー関連の順序は分かったんだけど、それ以外の棋士はどうなの？では、そのあたりも説明しておこう。まず現役のタイトルホルダーに準ずるものとして、永世称号を保有する棋士、及び資格保有者が続く。永世称号というと、各タイトル戦で一定の実績を積んだ、偉大な棋士に贈られる称号だな。谷川浩司17世名人、羽生善治九段、佐藤康光九段、森内俊之九段がそうだぜ。タイトルの殿堂入りみたいなものね。続いては言われれば当然なんだが、各棋士の段位順だぜ。ああ、確かにこれはそのままね。同じ段位の中では、正式には、
先に昇段した者が上位者となるんだが、これだと途中の段位の滞在期間でこんがらがるので、慣例的に、騎士番号や奨励会入会順で補っているようだ。基本的には先輩が先、と考えていいのね。そんな感じだな。そしてこれらや、あるいは師弟関係など、人対人の関係性を元にして、いわゆる上座下座、対局時に座る位置が決まってくるんだな。ああ、たまに譲り合いがあるあれよね。と言っても、連盟からどちらに座るよう指示があるわけでもなく、慣例的に騎士の判断に任せられるため、後輩が先に対局場に到着した場合、ちょいちょいピリッとすることもあるみたいだ。ああ、昭和平成の上下関係が厳しかった時代、なんだこいつ生意気だな、ってなるのね。最近はそれもだいぶ緩和されたみたいで、なんなら杉本八段なんか、藤井竜王との対局に際し、先に到着し、下座に座っていたこともあったな。タイトルホルダーである、弟子に気を使わせまいとする、杉本先生の心遣いよね。こういったところにも注目して、将棋を見てみると、もっと楽しめるかもしれないよな。そうね。将棋界の序列について見てみたが、いかがだったかな？今後、大きく序列が動いたりした場合、また作り直すこともあるけれど、ほぼこの状態が決定版に近いと思うわ。今後も、将棋界の仕組みについて解説していくつもりだぜ。〇〇について解説してほしい、など、リクエストも随時お待ちしています。ご感想、ご意見もろもろ、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいわ。さあ、それでは今日はこの辺で、バイバイキン。